こんにちは。前回サイドスタンドの取り付けに失敗したので、今回はしっかりと取り付けできるように、ステーを DIY したいと思います。アルミの L アングルで、厚みは3ミリです。強度はこのくらいの厚みがないとダメだと思います。現物を外して、実寸で材料を切っていきます。この位置合わせが一番大事なので、慎重に合わせてください。先の尖ったもので毛書き線を取ります。金属にはこういったもので線を描きます。とはいえ DIY なので適当で大丈夫です。つけば良いので、お客様にお渡しする商品は適当ではダメですが、反対側の穴も印をつけます。この方法だと大抵ずれて入らないので、片方を長穴にして取り付けしやすくした方が無難です。サイドスタンドのこの部分をアルミのステーにボルトで留めるので、少し広めにアルミを切っておきます。この内側の出っ張りが邪魔なので、削る必要がありそうです。卓上グラインダーで削ってしまいましょう。この卓上グラインダーは両備も1万円くらいのものです。安物工具でも十分作業できますが、保護メガネ等安全面には気をつけましょう。物が熱くなりますので手袋しても良いですが、ボール板だけは軍手等の使用は止めてください。とても危険です。砥石は80番をつけています。ホームセンターでもサイズだけ確認すれば、いろいろな砥石が販売されています。なければサービスカウンターなどで取り寄せしてもらうか、Amazon やモノタロウでの購入もおすすめですが、怪我の心配のある工具はできるだけモノタロウで国産製品を買いましょう。これも現物合わせで、実際のものでサイズを取るのが一番確実です。とは言っても DIY なので、気楽に適当にいきましょう。しっかりと固定し、グラインダーで切っていきます。アルミなので、以前ご紹介したチップ層切断機やバンド層の方が綺麗に切れますが、綺麗に切る必要がないので、どうやって切っても大丈夫です。反対側も同じように切っていきます。金属や木材の切断や研磨など工具を使用する場合、最も重要なのは材料の固定だと思います。材料の固定が適当だと危険ですし、きれいに作業をすることができません。クランプやバイスは5個から10個くらいは常備しておいた方が良いと思います。次は穴の部分をドリルやボール板で穴開けします。その前に、こちら側はバイクに干渉しないように短くしておきます。金属のギスで傷をつけ毛書きます。グラインダーで長い直線を切断するときは、全体を軽く溝をつけてから切っていくと比較的きれいに切断できると思います。切るというよりは軽く当てて削っていく感じです。薄い切断砥石はキックバックして割れたりしてとても危険なので、一度に深く入れない方が安全です。ある程度削ったらプライヤーなどで割ってしまいましょう。完全に切断するまで削っても良いのですが、端材が飛んだりして危ないので私はこの方が安全だと思います。金属が熱くなっているので、
やけどに気をつけてください。次は穴開けです。ボール板を使用していますが、アルミなのでドライバードリルでも簡単だと思います。ボール板は SK11 の藤原産業さんの商品を使用しています。ある程度きれいに穴が開いたら、片方の穴を長穴にしたいと思います。1ミリほどずれているので、ヤスリで少し広げました。サイドスタンドの固定用の穴を開けます。仮組みしてみましょう。この段階で合わなければ棒ヤスリで微調整しましょう。アルミは鉄やステンレスと違い、削るのも簡単で作業しやすいです。良い感じです。サイドスタンドもつけてみます。一つ問題です。ギリギリ攻めすぎて、ボルトの頭が当たり入りません。こういうのも DIY ならではです。L 字アングルを削ると強度が落ちるので、ボルトの頭を削って対処しました。一箇所では動いてしまうので、M6 のボルト穴をボール板で開けます。良い感じです。強度も問題なさそうです。さて、実際に取り付けてみます。バイク部品の取り付けは、インパクトドライバーは使用しないようにしましょう。車と違いやすい素材が多く、舐めたり変形したり、良いことがあまりないので、手作業をおすすめします。最後の締め作業はトルクレンチでメーカー規定通りが理想です。このバイクにメーカー仕様はありませんので、ホンダやヤマハの同等品程度で締めておきます。裏側のこのボルトは一面を削った特注品です。DIY ですが、メインは M8 ボルトで予備が M6 となっています。バイクの場合、思っているより振動による破損が多く、アルミの部品は振動で割れたり折れたりしますので、薄いアルミは避けた方が良いと思います。今回は塗装が面倒だったのでアルミにしましたが、鉄で作って塗装する方が無難かもしれません。ステンレスがベストですが、加工も大変でコストも高いです。最後に増し締めしたら完了です。良い感じですね。子供用自転車の補助輪外したところにつける用のサイドスタンド加工でした。このバイクは 85kg なので置いておく分には十分ではないでしょうか。次回はリアのウインカーステー、ナンバーを取り付けるためのステーなどを DIY で紹介したいと思います。